안녕하세요、リムリだ。はい、今日はちょっとゆるっと韓国語の本読み始めました。まだ読み始めて2日、3日しか経ってなくて、チャプター3ぐらいまでしか行ってないんですけれども、読み終わる前にちょっと今の感覚を残しておこうかなと思い、取ることに しました。読もうと思い始めたきっかけなんですけれども、もともと日本語で本を読むのは夜にね、静かな時間で読むのは割と好きな方で、この 1,2 年ね、やっぱり韓国語に触れるため、韓国語という勉強を、中心にやっていくために、なかなかこう本までは行き届かなかったっていうのと、自分にはちょっとハードルが高いんじゃないかなっていうので、諦めと放置気味だったんですよね。最近、本当に4日前、5日前かな、5日前ぐらいに、英語の本をね、読む方法っていうんですかね。この動画を見つけて、本当そうだなっていう内容だったんですけれども、もしよかったら皆さんもこの動画概要欄に貼っておくので見てみられてください。簡単に言うと、英語にしろ韓国語にしても、やっぱり自分のレベルに合った本を探して読もうとしてたけど、結構飽き飽きしちゃって、また私韓国語の勉強、また諦めちゃったって自己嫌悪になりがちだなって思ってたんですけれども、この動画では自分が興味がある内容じゃないから、もうそれは興味持てないよね。本とかこういう文章っていうのは作者とコミュニケーションをするものだからっていうのを聞いて、本当にそうだわと思って、自分が読みたいと思ったものじゃない限り、学習者モードとしてその文章を読んで、自分がこう浸れるモードにはなれないんだみたいな感じの内容でして、でこの動画を見て私なりにね読んでみてるんですけども、今の読み方としてはこうパーって読んでってかなり難しい単語が並んでるんですよね。なので全部読もうとせずに、まず1チャプターをざっくり読むことを意識するっていうのをやっています。なぜならば、これをいちいちこう調べてたら、この1チャプターこれだけなのにこれだけなのに、ね、3、40分かかっちゃう。で、大事なところを読めずに、いつも私は、疲れた。結局、大事なところに行けんかった。みたいな感じで終わってたから、今回はパーッと読んでて、ここちょっと単語知らないと先がちょっとよくわからんなとかつかめないなっていうところ、あとは単語がやっぱり同じチャプター同じ本なので同じ単語が出てきたりするんですよね。なのでその同じ単語が出てきた時とかはちょっと調べてみようかなっていう風に調べるようにしています。もう一つが動画から習ったことなんですけれども、ここには絶対書き込まずに周りに書き込む。2回目を読んだ時にわからないなと思ったら、もう1回この縁をたどって意味を見てみるっていうので、ちょっと今読んでみているところです。で実際今まではやっぱりこうフルでね、この単語わかんない、この単語わかんない、この単語わかんないっていう風になってたのを全部調べ上げてたので、心が動かされるとかワクワクする前に本を閉じちゃってることが多かったんですけれども、今回はねその本をたどってみたら、本当だわみたいな内容がねまで行き着くことができて、すごくこの3日間ね楽しく読めているので、この時点での感想っていうのを取ってみることにしました。ちなみになんですけれども、私が選んだ本はこのナヌナロシサルギロヘッタっていうので、日本でねかなり有名だった本を読めばとりあえずは面白いだろうっていうのと、なんか内容的にちょっと優しそう、専門性がなくて優しそうかなっていうのでこれを読んでみました。優しい自己啓発本とかに興味がある方はね、これ本当にチャプター1とかがかなり短くて、ちゃんとページを見てるとチャプター1とかがこれとこれとかで終わるんですよ。なのですごく読みやすくておすすめです。で、周りもこんな風に広いので、かなり調べた単語とかも書きやすくて、単語もね多分トーピック5、6級の人たちにはそんなに難しくない、私は意味を調べなくてもなんとなく内容を取れるみたいな感じなので、この3日間だけでちょっと感じたことなんですけれども、やっぱり絵本っていうのは同じ内容の単語が出てくるので、最初はちょっとつまずくけどかなり読みやすくなってくるし、 SNS とかだとやっぱりこう内容がこう点々としがちだったりとか、その場は覚えるけれども後でみたいになりがちだけど、本で読むとやっぱり何回もこうやって前の内容なんだったっけなとか、もう一回読み返したいなとかで、こうやってまたねこの3日間の中でもね1日目の内容を読み漁ったりしてね、結構浸透できるって言ったらいいのかな入り込めるので、かなりいい感じです。今回は短いんですけれども、韓国語進展していくよ。
読んでいくよっていう報告動画でした。またね、丸一冊読めたかなぐらいの時にまた感想とかね、どんな感じっていうのをお伝えできればと思います。それでは、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。